はい、こんにちは、山下夏美です。今回はですね、ちょっと何喋ろうかなと思ったんですけど、スキムとサーフィン、僕はスカーフィンなんですけど、どっちにも共通するようなことを一個喋ろうかなと思って、で、僕が一個、意識してることはですね、レールワークかなと思ったんで、今回はレールワークについてね、ちょっとスキムでもサーフィンでも同じように意識してることをね、喋っていこうかなと思います。映像はですね、一応スカーフィンもスキムの映像もあるといった感じの木を選んでいきました。まずね、今は映像スカーフィンなんですけど、スカーフィンの時はですね、この今トップを走ってると思うんですけど、トップで走りすぎてしまうと、刺さりやすくなってしまうとか、弾かれやすくなってしまうんで、ちゃんと下に降りることが重要かなって思います。で、ここからちょっとスキムなんですけど、ちょっとこの日のスキムはですね、少し、やや波が透明、かつ口が深めなので、少しね、レールワークにはね、ちょっと技量が必要な波なんですけども、例えばこういう風に今ギャップを1枚越して、ターンした時に、やや捕まってしまうんですね、このターンの時に。なのでですね、こういう日はね、ある程度、少なくてもラップまでいかなくても、180度までは、一発でターンしてあげることが重要かなと思います。じゃないと今みたいにですね、途中で捕まってしまうと、全く加速できるのが終わってしまうことがあるんで、こういう風に一発とりあえず、ラップラインとかチューブまでいかなくても、ちゃんとね、180度、陸の方まで一発で板を返してあげるってことをね、普段から意識してやっていってます。特にですね、やっぱ難しいのはこういうちょっと巻きが速い波の時はね、レールワークを入れるのすごい難しくて、一瞬のレールワークがかなり必要になるんですね。これとかちょっと波緩やかだからパンプして前に出てるんですけど、少し口が速い時とかは、僕のイメージ、すごいイメージ的な話になってしまうんですけど、レールのですね、全体を使うってよりは、テール側の一点を使うってことを波の速い時は意識してます。逆に波がゆっくり来るときは、レールをね、板の全体、後ろ側全体を使うってイメージで僕はやっていってます。結局メローな波に合わせるときは、レールの全体をね、使ってゆっくり回しても構わないんですけど、少しブレークが速い時だと、そういう風にしてしまうと、ターン中にレールが抜けたりしちゃう感じが結構多いんですね。少なくとも僕の場合は。なので、そういう時はですね、ちゃんとテール荷重、テール側にしっかり踏んであげて、そのテールを支点にして、一発で目線と状態を自分の行きたい方向まで回してあげる。っていうのがね、すごい重要なのかなっていう気がします。なのでちょっとその辺も意識して、ちょっと波によってですね、そこのレールの抜き差しっていうのは少し変わってくるところではあるんですけど、これはフロントサイドとかでも一緒で、バックサイドに限らずね、少しレールを使ってあげるところの場所を変えてあげる。例えばスプレー出すときとかと流すときとか。で、ちょっと変えてあげるっていうのを意識してますね。多分サーフィンの人とかも、ちょっと僕の勝手な見てる感じのイメージですけど、縦に切り上がってリップするときと、カットバックするときのレールの使ってる場所って違うと思うので、それと多分似た感じになるんじゃないかなと思います。波のそのゾーンに対しての合ってるレールワークを使ってターンするっていうのは、スキムで一番重要なんじゃないかなと思います。レールワークことレールワークターンに関しては。なのでしっかりですね。それはどの波の距離感でも一緒ですね。こういう風にアウト狙っても。一番その適切なレールワークの仕方とか、そこはですね、ちょっと走るラインのゾーンとかにも変わってくるとは思うんですけど、波以外の要因でもね。なので、そこはちょっと数打ってね、いっぱい
試すしかないんですけど、まあ、練習方法としてはやっぱりスピードラン。スピードランで最初のうちはですね、じっくりスピードランぐーってターンして、最後加速していく方法と、ちょっと雑くてもいいから、ちょっとテールを支点にして板回してあげるイメージっていう2つちょっとイメージしていただけると、とかイメージして練習していただけると、ちょっとターンの引き出しが増えて、ある程度どの波でも乗れるようなオールラウンダーのスキムボーダーになれるんじゃないかなと思うので、波がなくても、というか波がない時こそそういうちょっとイメージをしていただけるといいのかなと思います。この時間あたりはですね、まだちょっと波がメロウにゆっくり割れてきてくれてるから、やや大きくゆっくりターンしてるんですけど、その辺はちょっと使い分けられると大会とかでもすぐに対応できるんじゃないかなと思います。あとはですね、やっぱり先ほどちょっと話したんですけど、目線の動きもかなり重要になってきて、こういうサーフィンとかも多分特にそうなんですけど、スキムも一緒で、目線の方向に至って動くので、波のトップを見すぎてしまうと、そっちの方向にいたらというか、進行方向がね、そっちの方向に向きますし、ボトムの方をちゃんと見てれば、ちゃんとボトムの方まで降りた状態で次の行動につなげられるっていうのもあるので、しっかりですね、自分の行きたい方向に合わせて目線を動かしてあげる。その辺の意識も重要になるんじゃないかなと思います。さあ、ここからちょっと日付変わってるんですけど、まあ、同じような波だけど、ややスキム向きな波になってまして、ややメロウな波ですね。少しブレイクは早いゾーンはあるけど、形が綺麗なのでね。こういう日は軌道修正とかもね、駆使して、板を回していけるといいんじゃないかなと思うんですけども。この日もですね、しっかり目線の意識が重要ですね。まあ、ちょっとさっき少し喋りそびれたんですけど、まあ、目線の動きと状態の動きって話をしたんですけど、まあ、よくレールワークをちゃんと使うっていうのをできた前提で、ラップとか流し波、すごいこれはスキム的な話になるんですけど、しっかりですね、目線を見てあげると、進行方向、板の進行がそっちの方に行って、その後に上半身の形がついてくる。例えば腕とか肩ですね。ちょっとそこは人によって違うけど。目線、上半身で下半身の向きが変わっていくっていうイメージなんですよね。僕が。スキムのターン、特にバックサイドにおいては。これってすごい、そのままの動きになるんじゃないかなと思います。まずちゃんとテイクオフしてアウト向かう。で、ターンした時に最初目線が進行方向の方行って、後から上半身。で、それとほぼ同時ぐらいに、ちゃんとレールワーク、下半身の動きがついてくるっていうイメージなんじゃないかなって思います。そうするとですね、結構綺麗なターンができるんじゃないかなと思います。これターン以外にもですね、僕が一番この動きとマッチしてるなと思うのが、エアーですね。エアー系、特に180エアーとか3エアーの動きってまさにそうで、上手い人で言うと、世界チャンピオンのブレア・コンクリンとかがですね、まさにその典型的なエアーで、最初にですね、回転方向に目線がいって、その後上半身の振りがあって、で、最後下半身がついてくるみたいな感じで。その辺はですね、エアー系は特に、回転系のエアー、ダイナミックなエアーに関してはほぼ一緒になってくるんじゃないかなと思っています。この辺サーフィンちょっとやってますけど、サーフィンはね、また、
同じようなイメージになるのかわかんないんですけど、エアー系はやっぱり、とか、僕のアイスカーフィンだとスピン系ですね。スピン系もまさに同じになるんで、この目線から上体の動きで最後下半身がついてくるっていうことは、サーフィン、スキムのターン以外にも、ちゃんとトリックにも活かせることがあると思うので、僕はまずなんか新しいトリックやるときは、ちゃんと目線の位置とかをすごい重要視してますね。意外とトリックの時って板の動きを見てしまったりとかすると思うんですけど、特に小ビット系とか、ただ下を向いちゃってるとメイク率ってかなり下がるので、そうなるとね、レールを入れるべきとこで入れれなくなったりとか、ターンの時は。で、キャッチできるはずのトリックがキャッチできなかったりとかがあるので、その辺はですね、ちゃんと目線の位置とかも重要なので意識していただければいいのかなと思います。さあ、今回はちょっと、レールワークと目線の話にもちょっとなってしまいましたけど、2つ喋っていきました。今回の動画ね、最後まで見ていただいて、いいなと思った方は、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。